ソロンゴクラフトです。どうも。マインクラフト 26.2 アップデート来ましたね。というわけで早速新しく追加された建材紹介やっていきたいと思います。まずは 26.2 で追加された新ブロックを紹介して、その後新ブロックを使った建築を紹介していきます。小物デザインはなんと30種類以上。今すぐ使える装飾デザインがたくさん。こちらは動画の後半で解説するので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは普段サバイバルでこんな感じでおしゃれな建築をしています。街づくりの始め方など、建築講座も出しているので、ぜひチャンネル登録をしていろんな動画を見てみてね。新しく追加されたブロックはこちら。少しくすんだ赤色の新車ブロック。同じく少しくすんだ黄色の硫黄ブロック。こちらはブロックではないんですが、いろいろ試作してみたところ、結構使いどころが多かったので、サルファーキューブ。この形も紹介していきたいと思います。アップデタイトルはカオスキューブド。硫黄の洞窟というバイオームが地下に追加されており、新素材はここで手に入れることができます。こちらのブロックが硫黄の洞窟にある天然の新車ブロック。割とグレー色が強く混ぜ込んであります。新車ブロックからはそれぞれ磨かれた新車、新車レンガ、そして模様入りの新車を作ることができます。これらのブロックは新車ブロックを石切り台に入れることで全部の種類の新車ブロックを作ることができます。今までのブロックで少しくすんだ赤っていうのがネザーラック、マングローブ、赤のテラコッタ。このあたりかな。新車単体で見ると結構くすんでるなぁと思ったんですが、こうやって並べてみると意外と綺麗めみたいですね。新車ブロックとアカシア系のブロックが明度も色相も近いので、このあたりを使うと綺麗にグラデーションが作れそうだなと思います。他に馴染みそうなのが桃色のテラコッタ。意外と桜の木も可愛いかもしれない。次は黄色い硫黄ブロックを見ていきましょう。このブロックが硫黄の洞窟にある天然の硫黄ブロック。硫黄ブロックはそれぞれ磨かれた硫黄、硫黄レンガ、模様入りの硫黄、そして強力な硫黄。石切り台に硫黄ブロックを置くとこれらのブロックを作ることができます。強力な硫黄は硫黄9個をクラフトすると作ることができます。そしてこのとんがりコーンみたいなブロックが尖った硫黄。こちらも硫黄の洞窟に生成されている天然のブロック。尖った硫黄は4つで硫黄をクラフトすることができます。そしてこちらが間欠泉。一番下にマグマブロック。次に強力な硫黄。出てきた。そしてその上に水を置くと今みたいに間欠泉が現れます。すごい勢いだね。この間欠泉は縦に水を増やすと勢いが増して噴射が高くなります。硫黄に馴染みそうなブロックはこのあたりかな。白樺の無機原木、エンドストーン、あとスポンジも色が近いですね。あとは竹の建材も結構馴染むんじゃないかな。今回硫黄の塀が追加されたので、黄色のブロックは硫黄のブロックを置いて、硫黄の塀を置いて、竹のフェンスを置けば、黄色の塔の先頭がいい感じで作れそうです。赤い塔の先頭はこんな感じの並びで作れそう。マングローブのフェンスを置いて、平石を置いて、銅の格子。こんな感じ。次はサルファーキューブを見てみましょう。サルファーキューブは硫黄の洞窟にスポーンする有効モブです。この子にブロックを渡すと、こんな感じでブロックを吸収して動かなくなります。他のブロックを与えると、こんな感じで中身が変わります。この状態のサルファーキューブを空のバケツですくって、もう一回出すと同じ模様のサルファーキューブが出てきます。こんな感じで中身が書いてあります。吸収できるのはフルブロックのみ。職業ブロックや透過ブロックは吸収できないので、ぜひいろいろ試してみてください。次は建築の紹介をやっていきましょう。26.2 で新しく追加された建材をふんだんに使って建築をしてきました。ではまずはお家から見ていきましょう。新車系のブロックは主に屋根に、硫黄系のブロックは煙突や小物に使っています。まずは屋根から見ていきましょうか。屋根には新車、磨かれた新車、そして新車レンガ、これらを混ぜ合わせて使っています。この3つを混ぜ込むと新車ブロックが色が剥げてるような感じがして古びた雰囲気を表現しています。さすがにやっぱり銅系のブロックなだけあって馴染みますね。いい感じでボロっちい屋根になってるんじゃないかなと思います。屋根の一番上にはヘイブロックを使っています。ヘイブロックを使っているので植木鉢を置くとこんな感じでモコッとテクスチャが変わります。この植木鉢を置くことで微妙なラインを出しています。煙突にはレッドストーンランプを吸収したサルファーキューブを使っています。
これは砂岩の塀ブロックなんだけど、普通に置くと塀ブロックとサルファキューブはこんな感じでテクスチャが繋がりません。こういう状態になります。ではなぜここが繋がっているのかというと、ポイポイ。塀ブロックの間にフェンスゲートを入れています。フェンスゲートの下のブロック、ここのブロックにサルファキューブを召喚すると、こんな感じで塀ブロックからサルファキューブに繋がっているように見せることができます。こちらは統合版ではフェンスゲートの下にサルファキューブを召喚することができません。なので統合版の方はフェンスゲートの上から召喚してみてください。サルファキューブを建築で使う時の注意点として、この子をちょっと触ると動くんですよね。こんな感じで。見えるかな？これ今こちら側から押すと、こんな感じで落ちてっちゃうんですよね。一番下まで落ちてった。跳ねてる跳ねてる。なのでこれを気をつけながら置く必要があります。バケツから召喚するとブロックの上に綺麗に乗るんだけど、ちょっと触るとね、動いてしまうので、クリアの方はバリアブロックをつけると安心かなと思います。サバイバルの方はあまり触らないように気をつけてください。そして煙突には硫黄ブロックと硫黄レンガを使っています。この組み合わせも風化表現ができていいですね。次は小物を見てみましょう。小物はいろいろと紹介したいものがあるんだけど、こっちもサルファキューブから紹介しようかな。これはサルファキューブに2段階目まで錆びた銅の電球を吸収させて、上に白樺のトラップドアを置いて、こちらは室外機を表現しています。プロペラがありそうな感じ。そして地面。これは高さ2段の花を1つブロックを掘って植えて、その掘った穴にサルファキューブを埋め込んで、おしゃれな花壇を表現しています。高さ2段の花が1段に見えるのが面白いね。1段の花ってこんな感じですごくちっちゃいし、ボリュームがないから、これならトラップドアみたいな高さも出てるし、お花もわさわさしてるし、可愛いんじゃないかな。こちらの作り方は、穴を掘って、バラを植えて、ハニカム入りのサルファキューブを上から落として、こんな感じ。そして横に溶レンガを入れて、こんな感じ。お花の位置が場所によってすごく端っこに生えちゃうこともあるので、端っこに生えちゃうとこの花壇から少しはみ出した感じになっちゃいます。ここは休憩スペースのテーブルと椅子。真ん中には豪華なテーブルクロスのイメージで模様入りの新車を使っています。ゴージャスな雰囲気にしたかったので、サイドの高い樹脂レンガのハーフブロックをテーブルに使っています。こっちの方に行ってみましょう。ここの下の花壇も先ほどと同じ。これは硫黄の塀と竹のフェンスを使って柵を作りました。フェンスと塀は並べるとこのテクスチャが繋がらないので、竹と硫黄で黄色の柵を作ることができます。そしてこれは看板。この建物は一応カフェのようなパン屋のようなお店のイメージで作ってるので、お店の看板を作りました。これはなかなか面白い挙動をしているんだけど、このハーフブロック実は下付きハーフブロックなんだけど、これまでだとこの下付きハーフブロックの上に物が置けるのって防具立てぐらいだったんだけど、このブロックを吸収したサルファキューブはなんとハーフブロックの上に置くことができるみたいなんだよね。ちょっとやってみましょうか。ハーフブロックを置いて、このハーフブロックめがけてサルファーキューブを召喚と、こんな感じでストンと下に落ちる仕様になってるみたい。なのでこれ提灯みたいに作って上から吊るすこともできるんだよね。中身のブロックを変えればお店の看板とかで結構使えるんじゃないかなと思います。ただやっぱりこうやって触ると移動しちゃって落ちちゃうので、触らないように気をつけてください。あと顔の向きをどうするかだね。おそらくこの顔の向きはランダムなんじゃないかと思います。あ、ほら出てきた。なので顔を見せるか見せないかお好みで何度かチャレンジしてみてはいかがでしょうか。こちらは窓際のデザイン。柵と窓になります。こちらは柵のイメージ。柵の棒のところに尖った硫黄を使ってみました。これは鍾乳石もそうなんだけど、これらは横に繋がらないので、細い線を並べて表現したい時に結構使えるんじゃないかなと思います。色合いも形も可愛いよね。なんかトルネードしてて、ヤングコーンみたい。これは窓のデザイン。今回追加されたブロックは、形自体は今までの既存のブロックと同じなので、色の組み合わせとか形の組み合わせとかをいろいろ試作してみました。これは新車の塀を壁にくっつけて、フェンスとあと後ろにはトラップドアで十字を作っています。こちらはもう少しゴージャスになった窓と柵。新車系のブロックとダークオーク、そして黒の左右テラコッタを合わせています。
これは新車系のブロックと同格子を組み合わせたもの。上はマングローブのトラップドア。そして階段ブロックを背中合わせにしてギザギザを作っています。こちらも同じ。フェンスはターコイズブルーを合わせてみました。この組み合わせ可愛いね。これもちょっとゴージャスな窓と柵。新車系のブロックと竹のフェンス、竹のトラップドア。黄色の左右テラコッタとキノコブロックも合わせて色をなじませています。窓枠とかに使っているのは頭皮系の色。次はエントランスのデザイン。これは新車系の赤とダークオークのドア、そして桜の棚の背面を使っています。こちらの黒の左右テラコッタは遠くから見るとアーチ型になるようにブロックを配置しています。この赤が繋がってアーチに見えるでしょ？こちらはちょっと楽しい配色。赤とオレンジ、そして茶色の中にブルーを入れています。次は乙女系の配色。こちらは新車のブロックに赤紫色のテラコッタ、桜のピンクを合わせてファンシーなイメージで作ってあります。なかなかこの新車の滲みがいいですね。とても可愛らしいエントランスですね。次はダーク系の配色。赤でしっかり枠を取って後ろは深層岩で黒っぽい色を入れています。かっこ可愛い系のお屋敷とかにいかがでしょうか。次は硫黄シリーズです。硫黄系のブロックにターコイズブルーを合わせて、こちらはポップで可愛らしいエントランスを作りました。この新車の黄色と歪んだ系のターコイズブルーはなかなか相性がいいですね。子供部屋とかに合いそうな配色かなと思います。こちらは遺跡っぽい入り口。こちらは硫黄系とエンドストーン。そして白樺かな、これは。白樺の色味を混ぜてトーンを細かくして入り口を作ってみました。遺跡なので風化してるイメージです。こちらはちょっと可愛らしいイメージ。黄色と薄い紫。こちらは空色のテラコッタ。黄色と紫で反対色気味の配色ではあるんですが、両方ともトーンが落ち着いてるので、可愛らしいインパクトのある建物になりそうな気がします。こちらは同系色系でまとめてみました。上部分の左右テラコッタと多くの棚の模様が結構効いてるかなと思います。次は内装、外装の小物デザイン。こちらはサルファキューブで小瓶を作りました。この中に入ってるのはジャムとか果物とか、あるいは香水とか、そういうのをイメージしています。サルファキューブが動く問題、地面に直置きだと色々対策があって、こんな感じでカーペットを置くとサルファキューブが動かなくなります。草ブロックの上なら苔カーペットとかを置いて、こんな風に飾ってみても面白いんじゃないかなと思います。次は柵のデザイン。エンドストーンのヘイブロック、レッドストーンランプを吸収したサルファキューブ、そして植木鉢を置いて柵を表現しています。これはさっき家のところで煙突で紹介したのと同じで、このサルファキューブの下にフェンスゲートが隠れています。フェンスゲートをつけてサルファキューブを置くと、こんな感じでテクスチャがつながります。これはフェンスゲートを閉めたままだと、閉めたままでもいけるのか。閉めたままでも大丈夫みたい。こちらのデザインはプリズマリンのヘイブロックと最終段階まで錆びた銅の電球、そしてランタンとろうそくと、これらで寒色系の柵を作りました。淡い感じの色合いが可愛いね。こちらはちょっと華やかに賑やかに、樹脂レンガのヘイブロックとハニカムブロックを吸収したサルファキューブ、これらを並べて作っています。次はこちら。さて、これは一体何でしょう？これはですね、仕掛けがあって、透明化のスプラッシュポーションをここに、と投げると、まるでクリエのようなカボチャに房が生えた表現と、歪んだフェンスが刺さった表現と、サルファーキューブを使って、こういったちょっと面白いアイテムを作ることができます。この作り方は、まずドリップリーフを植えて、カボチャを吸収したサルファーキューブをドリップリーフの足元に召喚します。お顔がこっち向いてしまったけど、まあいいや。そして地面に埋まったスイカ。これの作り方は、ブロックを掘って、ハーフブロックを入れるフェンスを立てて、この穴の中にサルファキューブを召喚します。これで透明化のスプラッシュポーションを投げると、畑の小物の出来上がり。これはさっき家の方で紹介した看板だね。色とかサルファキューブの中身を変えるといろんな看板が作れそう。このあたりは尖った硫黄を使った小物。これは街灯です。そしてこちらは木を作りました。針葉樹っぽく見えるかな？ちょっと裾が広がってるけど、街中の街路樹とかにいいんじゃないかな。これは花壇。サルファーキューブの中に高さ2段のお花が埋まるので、それを利用して作った花壇です。このトラップドアはサルファーキューブが動かないように置いてるんだけど、これを取ってもとても可愛らしい花壇です。ゴージャスな雰囲気が出せそうな花壇ですね。そしてこれは間欠泉を使った噴水です。出てきた。真ん中が今ちょうど出てきましたね。
これは四つ角に低めの間欠泉を入れて、真ん中に深めの間欠泉を入れました。なので真ん中から出てくるお水が一番高く上がります。お、上がったー。残念なのは全部同時に出てくれないことかな。一個ずつランダムで出てくるっぽい。こちらはテーブルと椅子。真ん中にはサルファーキューブの花壇を置いています。サルファーキューブめちゃくちゃ使いまくってるんだけど、ちょっとしたアクセントがあって上品な食卓になりますね。そして最後、こちらはラジカセだったりをイメージして作りました。今平成レトロが流行ってるからお店とかで見ますね。このサルファーキューブの部分はスピーカー部分。なんとなく顔にも見えるかもしれない。マインクラフト 26.2 の建材解説いかがでしたか？新しい建材もじゃんじゃん使って楽しい建築ライフ過ごしてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。